皆様こんにちは、セイナです。今回は実際に使ってよかった2024年下半期マイベストコスメをご紹介していきます。下半期も優秀な新作ばかりでとても悩みましたが、動画でご紹介した後も実際に使い続けてみて特に良かったなと感じたアイテムや使用する回数が多かったアイテムをご紹介していきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ベストコスメ関連の動画以外にもパーソナルカラーを交えたクリスマスコフレのご紹介動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは下地からご紹介していきます。下地はこちら。スックのザ・プライマーです。美容雑誌3誌のベストコスメランキングでも1位を独占していたスックのプライマーですが、こちらは肌質問わずに使いやすいところがすごく優秀だなと思ったアイテムです。みずみずしい乳液のようなテクスチャーで、乾燥やパサつきが気になる状態の肌にも綺麗に馴染んでくれるのはもちろん、程よい油分もあるので、長時間乾燥から肌を守ってくれます。それだけでもとても使いやすいのに、皮脂崩れやベタつきも気にせずに快適に過ごせたところが、個人的にもとてもポイントが高かったです。どんなファンデーションとの相性もいいので、保湿系下地の新定番になるんじゃないかなと思います。では、こちら側を半分に塗ってみて、実際の質感や仕上がりをご紹介していきます。こんな感じで滑らかにスルスルと伸び広がってくれます。スキンケアの延長のような感覚で使えます。はい、こちら側半分に塗ってみました。スキンケア後のようなツヤがとても綺麗なのと、水分をたっぷり肌に与えてくれるので、近くで見てもこんな感じで、重さは出ませんが、毛穴や凹凸をふっくらとさせてくれる効果もあります。これだけしっかりした保湿感があるので、皮脂が気になる私の肌だと、時間が経った後にベタつきが出るかなと思っていましたが、暑さが気になる時期でも手加減はベタつきを気にせずに過ごせたので、保湿感と皮脂崩れを両立したいという方にとてもおすすめです。明るいピンクベージュのカラーで程よいトーンアップ感はありますが、飛びから浮くこともないので、カラーもいろいろなタイプの方に使いやすいんじゃないかなと思います。続いてはファンデーションをご紹介していきます。こちらです。ディオールスキンフォーエバースキンパーフェクトスティックです。こちらもこの下半期とても人気のアイテムでしたが、毛穴レスでハイカバーに仕上がるファンデーションが大好きな私にとってものすごくお気に入りになったアイテムでした。一度塗りだとナチュラルなイメージにも仕上げられますが、重ねていくことでコンシーラーいらずのハイカバーに仕上がるのと、指塗りはもちろんファンデーションブラシと合わせて使うと毛穴を全く感じさせないほどの滑らかでつるんとした毛穴レス肌に仕上げてくれます。もともとスティックタイプのファンデーションもとても好きで、いろいろなブランドのものを愛用していますが、こちらは今まで試したスティックファンデーションの中で一番好きなアイテムです。指塗りでも綺麗に仕上がりますが、私はいつもこちらのローラメルシエのファンデーションブラシを使って塗っているので、今回はブラシ塗りでご紹介していきます。まずスティックを直接肌に当てて、ファンデーションブラシを使ってタップするように伸ばしていきます。このファンデーションブラシのような毛量が多くて少し硬めのアイテムを使うとこんな感じでファンデーションが毛穴をきれいに埋めてくれて、厚塗り感を出さずにつるんとした肌に仕上げてくれます。ブラシ塗りだとカバー力は落ち着くので、いつも 2,3 度しっかり重ねて仕上げています。こんな感じでタップしていくと綺麗に馴染んでいってくれます。はい、こちら側半分にブラシ塗りをしてみました。下地のみの方と比較をしてもかなり薄膜に仕上がっていますが、毛穴や凹凸が目立たないすっきりとした滑らかな肌に仕上がっていますよね。近くで見てもこんな感じで、クリーミーなファンデーションが毛穴や凹凸に綺麗に密着してフィルターをかけたような肌に仕上げてくれます。
普段ファンデーションは指塗りで仕上げることが多いですが、こちらのスティックファンデーションに関してはブラシ塗りがとてもお気に入りです。ハイカバーで毛穴レスな肌に仕上げたいという方にぜひチェックしていただきたいアイテムです。続いてはフェイスパウダーです。こちら。イヴ・サンローランボーテオールアワーズハイパーブレストパウダー1ニュートラルです。下半期も優秀なパウダーがたくさん発売されて悩みましたが、私はイヴ・サンローランボーテのオールアワーズパウダーがとてもお気に入りになりました。こちらはフェイスパウダーとは思えないほどのカバー力の高さと、皮脂や汗崩れにかなり強いところがお気に入りなポイントです。長時間メイクを直せないという時にも全然崩れが気にならなくて、今年の夏にかなり活躍してくれました。ナチュラルな仕上がりのパウダーファンデーションくらいのカバー力もあるので、お直しにも使いやすいところもポイントです。お直しの時には付属のパフを使いますが、普段は大きめのフェイスパウダーブラシを使って塗っています。しっとりしていて少し厚みのあるパウダーなので、一度パウダーを置くように軽くトントンと乗せて、その後にくるくると磨いていくとこんな感じで、ファンデーションの時点でもう毛穴レスに仕上がっていますが、このパウダーを乗せるとさらに毛穴を消してくれます。はい、こちら側半分にブラシ塗りをしてみました。パウダーを塗ることでさらにカバー力が増して、滑らかなセミマット肌に仕上がります。近くに見てもこんな感じで、パウダーでしっかり毛穴を埋めてくれていて、より毛穴が目立たない毛穴レス肌に仕上がります。カラーアイテムを綺麗に見せるために、ベースメイクはしっかりカバーして作り込みたいので、この組み合わせはとてもお気に入りで、この下半期はよく使用していました。とにかくハイカバーで毛穴レスな肌に仕上げたいという方にとてもおすすめです。続いてはアイシャドウをご紹介していきます。アイシャドウはイヴ・サンローランボーテクチュールミニクラッチナンバー710オーバーブランです。下半期の新作アイシャドウは私が特に大好きなブラウン系のアイテムも豊富で、同時に発売されたイヴ・サンローランボーテの800番やアディクションの011もすごく好きでしたが、発売以来一番使用頻度が高かったのがこちらの710です。イヴ・サンローランボーテのアイシャドウはパール質感の艶めきが綺麗なのと、マット質感の締め色も発色がしっかりなので、目元にはっきりしたコントラストをつけたい方にとてもおすすめです。710は一見ベーシックなブラウン系に仕上がりますが、ゴールドの中に少しピンクのニュアンスが効いていたり、締め色のブラウンも黄身に寄りすぎていないところが今っぽくてすごくおしゃれに仕上がります。とても便利なブラウンアイシャドウです。では全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず右下のカラーを指に取って、こちらのアイシャドウはとにかくこのパールのツヤ質感が綺麗なので、ツヤカラーをメインにメイクすることが多いです。こちらは黄身を感じるベージュブラウンカラーです。単色塗りでもこんな感じで可愛いですよね。続いて左下のカラーをディオールのバックステージアイシャドウブラシ S に取って、ワームアップターの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。かなり高発色な締め色なので、ブラシ使いがおすすめです。目元にしっかり陰影をつけたい方にすごくおすすめなカラーです。続いて右上のカラーをブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。黄身を感じる明るいブラウンのマットカラーです。下まぶたに入れておくと目元をしっかり強調してくれます。このカラーをベースに使うとベーシックな印象のメイクにも使えます。最後に左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心から左右にぼかすように重ねていきます。この絶妙なピンク感がとても可愛いです。はい、全色を使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。たっぷりのパールと裏目のきらめき、そして高発色なマットの締め色など、目元にしっかりとコントラストをつけつつ、今っぽさも感じられるようなブラウン系のメイクに仕上がります。高発色なアイシャドウで目元をしっかり強調させたいという方は、全色を使ってこういったグラデーションもおすすめで、もう少しナチュラルなイメージに仕上げたいという方は、ウ
ベースに使ったパールやラメカラーをメインに使うと可愛らしい雰囲気も楽しめます。パールの濡れツヤ感が上品でとても綺麗ですよね。引きで見るとこんな感じです。続いてはチークをご紹介していきます。スックブラーリングカラーブラッシュ05思いくれないです。スックのチークもこの下半期リニューアルをしてとても話題になったアイテムですよね。こちらはオイリーレス処方に変更したとのことで、肌の上でチークが固まることなくスルスルとぼけて綺麗なグラデーションになるところがすごく優秀だなと感じました。発色はしっかりしていますが、肌に溶け込む感じが絶妙で、すごく使いやすいチークだと思います。05の思いくれないは、程よい血色を感じられるようなピンクブラウン系で、落ち着いた印象に仕上げてくれるところもとても可愛いです。こんな感じで、一塗りでもしっかり発色ですが、全然ダマにならなくて、ふんわりと綺麗に馴染んでいってくれます。柔らかくグラデーションになるように広範囲にチークを塗りたい時にもすごく使いやすいのと、パールやラメが入っていないマットタイプなので毛穴も気になりにくいです。両方の頬に結構しっかり塗ってみましたが、発色は楽しめつつそこまでやりすぎ感が出ていないですよね。近くで見てもこんな感じでチークの境目が綺麗にぼけてくれるので、発色は楽しみたいけれど、チークのカラーコントロールをするのが苦手という方にもすごく使いやすいと思います。血色感を与えながらも程よい深みがあるので、こういったしっかりめのアイシャドウとも相性抜群のカラーです。それでは最後、リップをご紹介していきます。スックのコンフォートリップフルイドフォグ09美ツツジです。こちらのリップ自体は新作ではないですが、もともと気になっていたタイプの新色が登場したということで、スックの秋コレクションとともに購入してみたアイテムです。唇にピタッと密着するリキッドタイプですが、絶妙なふんわり感がとても今っぽくて、とてもお気に入りになりました。色持ちがいいところも使いやすいポイントです。では実際に唇の上にのせてみたいと思います。はい、唇の上にのせるとこんな感じでした。チップから直接塗って少し時間を置くだけでこんな感じのリップを塗った後に指でぼかしたような絶妙なふんわり感が得られます。パサついた印象のない上品なマットリップに仕上がるところがお気に入りポイントです。カラーも上品な青みピンクでメイクを選ばずに組み合わせやすいです。はい、2024年下半期マイベストコスメを使ってメイクするとこんな感じに仕上がりました。ベースメイクはハイカバーで毛穴レスに仕上がるアイテムが今期たくさん発売されたので、それぞれを組み合わせるとこんな感じの毛穴レス肌に仕上げることができました。ポイントメイクは全体的に深みのあるカラーで揃えていて、特にアイシャドウにパールのツヤや大粒のラメが輝くので、チークとリップはマット質感で全体のバランスをとっています。ぜひ皆様の2024年下半期マイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。